無料工務店ジャンクションほったらかし外交 DIY お手伝い。前回までと今回、放置状態の外交工事を自分たちで DIY で何とかしてみようと思ったじいさんたち。しかし自分たちだけで外交工事を全て DIY することは難しいチャレンジだったと判断し、材料さえ用意すれば動画を撮影させていただく代わりに施工費無料で DIY で可能な範囲でヨッシーが作業をお手伝いしに行き、さらに大胆な動画はヨッシーが持ってきてくれ、視聴者の皆さんも DIY の施工方法が分かる三方ヨッシーのウィンウィン企画。この無料工務店ジャンクションでなんとか一緒に作業をしてくれやしないかと我々冒険工務店に連絡するに至った。前回までの第1部作目と第2部作目では重機を使用しての整地や土間断接準備、単管パイプで骨組みを作り、格安でウッドデッキの板張りまでを完了させた。今回は G3 店ほったらかし外交 DIY お手伝いを全て完成させ、総額の金額発表までお届けしたかったのだが、動画があまりにも長くなりすぎるため、今回の第3部作目では土間断接準備の最終仕上げを行い、土間コンクリートを完成させる。最初は何もない文字通りほったらかし状態だった外交工事 DIY お手伝いもいよいよ終盤に差し掛かる。次回作で完結の G3 店ほったらかし外交 DIY お手伝い第3部作目、ぜひご覧ください。こんにちは、冒険工務店ジャンクションの吉井です。前回に引き続きですね、 G3 亭ほったらかし外交 DIY お手伝いというようなことでね、今回もやっていきたいと思います。前回の動画で片枠ね、最後にやってるんですけれども、1部作目と2部作目が、これございまして、これ3部作目なんですよ。1部作目で何もないところからね、単管パイプ組んでいったりとかしてね、で2部作目でこの片枠までやりました。で、もしですねこの動画初めて見たよという方いらっしゃいましたら、1部作目からぜひですね遡って、見ていただけるとありがたいなと思っているんですけれども、この建物ですね、何かと言いますと呉服屋さん .com というね、着物屋さんですね、着物屋さんが運営されていらっしゃる写真館で、エプソン製のねこのプロジェクターがあったりとか、その背景をね、好きな背景に変えて、でそこでね写真を撮ったりとかっていうのね、そんなね写真館に、なっております。はい、でその写真館のスタッフの方が外交工事は自分たちでね DIY でやっていこうじゃないかというような感じで考えていたそうなんですけれども、ちょっとずつやっていくうちにこれ自分たちじゃ無理だと、よしよし呼ぼうというようなね、そんな感じになったというような経緯で、淡路島にね今出張無料工務店で、黙々とね作業をしているというような、そんな状況でございます。で、今回の動画ではですね、前回に引き続きこのね片枠をちょっとねもうちょっと補強したりとか、ワイヤーメッシュを引いたりとかして、でそこから、土間打ちを今日します。で土間打ちをして、土間打ちが終わったら、これ全部でいくらかかったんですかというようなね、ところの発表、金額発表をね、していきたいと思っております。あ、そうか、ここにね階段をつけたりとかね、っていうこともありますので、できるだけ、金額を抑えつつもですね、おしゃれな外交工事の DIY お手伝い、やっていきたいなと思っております。ということで、いろいろ喋ったんですけれども、とりあえずはここのね土間打ちの準備を今からしていって、生コン車を今から2時間後に手配してますので、それを待ちたいと思います。じゃあやっていきます。はい、編集中のヨッシーです。今までドマコンの動画って何本か出してきているんですけれども、毎回のことなんですが、いつも生コン車を手配した時間に間に合うか間に合わないかギリギリの戦いになってしまって、今回も結構急いで準備の仕上げをしている感じです。まだまだレベルが足りなくて、時間に余裕を持って生コン車を手配しているつもりなんですが、結局あれもこれもまだまだやらなあかんこと残ってるやんってねなってしまいます。で、今回の土間の形は僕の DIY レベルからしたらちょっといびつな形で型枠を作っているので、いつもよりね余計に準備に時間がかかってしまいました。 LINE 公式とかで視聴者さんから DIY でこんな土間打ちしましたとかね、こんな階段作ったよとか写真をもらうことがあるんですけれども、みんなレベルが高すぎてすごいなって、僕はね知識も技術もまだまだやなっていっつも思います。よっしゃ、次はこいつメンギ。
この麺儀は入れずに麺引きごてというものを持っているので、それでやろうかと思ったりしたんですが、最終的に綺麗にできたので入れといてよかったなって思いました。あとはピンコロ仕込んで、で生コンシャ到着を待つ感じかな。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあね、準備はとりあえず OK かなということで、生コンシャ到着を待ちます。あと15分か20分くらいしたら来るんかな。はあ、今回もギリギリでした。危な。よかった、間に合って本当に。はい、いい感じで準備ができて生コンシャが到着しました。今地面と型枠に水をまいているんですが、打設前散水理由とかで調べてみると詳しく説明が出てきて、そこにはざっくり型枠とか地面が乾いていると強度の低下やひび割れの原因になるので、生コンの水分を吸わないようにあらかじめ湿らしておきますという感じで書かれていますので、もし DIY で生コン打ちやってみようと思っている方は、地面が乾いている場合は最初に散水した方が良さそうですね。でね、今こんな感じで一人で生コンをスコップで書いて量を調整してアルミスクリードで鳴らしてっていうことをやっているんですが、もしかしたらプロならこのくらいの量でしたら一人で十分なのかもしれないんですけれども、慣れていない僕からしたら相当しんどかったですね。この階段は副産物的に作れてしまったので、今後どうなっていくかはわからないんですが、とりあえず型枠とかなしで生コンを流して階段兼土が流れてこないようにしてみました。めっちゃポジティブな言い回しをすると、なんかね、この雑さが海外の海沿いの雰囲気が出てなくもないのかなと思いながら、作業をしていました。いやーね、土間打ちの動画出すたびに言ってるんですけど、土間打ちってマジでね、奥が深くて難しいんですよ。はい。いつも言いますけどね、いつも言ってるんですけど、マジで左官屋さんってすごいなって、こうやってやることによって気づくというね、今回も久しぶりに再確認しました。難しいんですけど、僕もね、動画でこんだけやってるからね、毎回ちょっとずつ、レベル1ずつ、いや、0.1 ずつはレベルアップしていってるんじゃないかなって、そんな風にはちょっとは思ってるんですよ。なので土間屋さんとかね、左官のプロの方から見たらちょっと突っ込みどころもあったかもしれないですけど、そのあたりはね、ご愛嬌ということで多めに見ていただいてですね、もしアドバイスみたいなね、ことあれば、もうちょっとこうした方が綺麗にいくよみたいなね、アドバイスあったらですね、コメントの方で教えていただけるとありがたいなと思います。はい。はい、なんとなく形を整えていっていたらもう乾きかけてきてるんで、今から金ごてね1回目当てたいと思います。じゃあちょっと乾きがもう乾いてきてるんで、はけびきいきます。この学校のほうきみたいなやつで。
しゃ、はい、はけびきね終わったんですけど、あと1時間くらいはね様子見したいと思います。はい、ということで次の日でございます。昨日ですね午前中めちゃくちゃ風が強くて、午後からね、雨がすごかったので全然作業が進められなかったということでですね、作業の遅れの方ですね今から取り戻していきたいと思います。はい、運命の片枠ばらしなんですが、ここ緊張するんですよね。これでうまくいってなかったらどうしようとか思ったりしてね。で、今後ろにもちらっと映っていますし、これからちらちらと映るんですが、次回作で作るガビオンがもうすでに作りかけの状態ですね。で、これは実は片枠をばらし始める前に時間がある時に少しずつ作りかけていたんですが、動画の構成上ドマ打ちはドマ打ちでまとめた方が分かりやすいかなということで、次回作にこのガビオン作りも出てまいります。いいよ。いい感じですね。ちょっとポコポコあるけど、もうこれはご愛嬌で。ここは斜面に流した生コンと土間の生コンで片枠を挟んでしまっていて、なかなか取りにくかったですね。この斜面の境目は綺麗にできなかったので、レンガを置いたり植物を置いたりして隠す予定です。取れた。いやー、片枠も取れやすいようにしとかんとあかんっすね。しゃあ、ラストもうあと1枚。よし、こいつでラストです。せーの、よいしょ。せーの、よいしょ。よっしゃー、いい感じ。はい、今ね片枠取ることができました。ちょっと逆光であれなんですけど、こんな感じですね。いやー、結構不思議な形でなってますけど、こういう感じ。はいはい、こんな感じですね。でもここはもうちょっと申し訳ないんですけど、このままいきます。スタッフさんにねなんとか DIY で綺麗にしてもらいます。はい、今回の作業は土間打設の準備から土間打ちまでという感じだったんですが、勉強になったなと思う部分は一見まあまあ素人のね DIY にしてはみたいに見えますけれども、やっぱり細かいところ、最後の方の斜面と片枠の隙間とか、もっと最初からしっかり考えてやっておけば事前にもう1枚片枠を入れたりもできましたので、両サイドから生コンを流す予定のところは特に気をつけて段取りをしておかないといけないなと思いました。作業としてはめちゃくちゃ疲れましたけれども、めちゃくちゃ楽しかったですし、片枠をばらしきった時の達成感はやっぱり DIY の醍醐味というか、反省点と改善点と爽快感でなかなか一言では言い表せない感情になります。で、次回作でこの G さん邸外交工事 DIY お手伝いは完結ということで、次の4部作目に続くんですが、次回は全体的な仕上げ作業とガビオンの作成、仕上げ後どんな外交になったのかの様子もお伝えいたします。そして全体でいくらかかったのかの金額発表までいきますので、もしここまで見てくださった方でまだチャンネル登録していないよという方はですね、せっかくですのでぜひチャンネル登録をして次回作もご覧いただけますと嬉しいです。そしていつもいいねとコメントをいただく皆様、前回の動画でも温かいコメントをたくさんいただきまして本当に元気をもらっております。今回もいいねとコメントをいただけると次の動画の活力になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、ではまた。